皆さんこんにちは。岡八リノベーションです。本業は漁業の DIY ヤーが築51年の平屋をリノベーションしています。今回はリビングに収納を作っていきます。もともとはですね、こんな感じの床の間でした。画面の右奥の部分ですね。床の間といえば神棚を祀ったり花とか掛け軸が飾ってあるような場所で、自分の中では結構神聖なイメージがあります。小さい頃はですね、床の間に上がって遊んだりしていると、おじいさんに上がったらあかんよと叱られた記憶があります。今回は和室を洋室にリノベーションしているので、床の間は解体して収納を作ることにしました。大引きや根段のレベルは変わらないので、こんな感じで一段上がっている場所を解体すれば床面と同じ高さにすることができます。デザインなんですが、収納といってもクローゼットではなくて、好きな雑貨なんかをディスプレイしたりシェルフを置いていろいろ自由に収納してもらえるオープンスペースを作りたいと思います。全体のイメージを決めていきましょう。壁が白で床と天井が木なんですが、同じ白い壁だと、ちょっとね安易すぎるかなと思うので、空間にアクセントをつけられるように全体を木で作りたいと思います。はい、それで使う板はこれですね。もうこのチャンネルでは定番になってますが、この家で畳の下に使われていた洗い板ですね。いい感じにエイジングがかかっていたので、綺麗に洗って保管していました。これを壁と天井に使いたいと思います。洗い板を打ち付けるための銅縁材を取り付けます。これはですね、壁裏にある間柱にビス打ちしています。壁の向こう側にも部屋があるんですが、防音にもなるので、元々のボード壁はそのままにしておきます。外壁側はですね、断熱工事とシロアリチェックのために解体したので、石膏ボードを貼り直しました。カットして銅縁に釘打ちしていきます。炭の収め方はですね、最初に正面を貼って、その後に側面で押さえた方が板同士の隙間が目立たなくなるので、正面から貼っていきます。それから個人的には釘の頭が目立たない方がかっこいいと思うので、釘は頭の小さいフロア釘を使います。見た目はこんな感じになります。はい、どんどん貼っていきましょう。コンセント部分を開口します。天井はですね、釘ではなくて頭の小さい段取りビスを打っていきます。はい、だいたい板張りができてきました。この後にこの板とボードの角部分をカバーして見た目をきれいに仕上げていきます。アングルを高速カッターでカットしていきます。断面寸法は 30×30mm の規格を使います。横と縦の突き合わせ部分は45度にカットしておきます。屋内でカットするときは引火にね、十分注意してください。火花が建材を傷めたりすることがあるので、本当はですね、外でやった方がいいと思います。はい、取り付け用の穴開けです。L 字の両側面に穴開けするんですが、ビスが干渉しないように少しずらして穴を開けます。これまではですね、手持ちのドリルで穴開けしていたんですが、鉄の穴開けはですね、結構大変で時間もかかっていたので、卓上ボール板を買いました。これですね、25,000円ぐらいだったんですけど、作業がかなり楽になったし早くなったので買ってよかったです。
クリアのラッカースプレーで塗装します。ツヤありよりもですね、ツヤ消しの方が鉄本来の重厚な質感が損なわれないので、個人的にはおすすめです。はい、取り付けしていきます。この部分がですね、45度の突き合わせ部分になります。石膏ボードにはビスが効かないので、ボード裏の木材に届くようにビス打ちします。はい、こんな感じで完成ですね。アングルで目隠しすることでグッと締まった印象になりました。最後にですね、棚板を取り付けます。上の方に2段だけ作り付けて、本とか雑貨をディスプレイできるようにします。それからですね、床から高さ 1.4 メートルぐらいまではフリーにしておいて、入居者さんがシェルフを置いたり、ギターとか趣味の道具を置いたりできるようにしておきたいと思います。棚板は牡蠣の養殖いかだで使っている杉の足場板の古材を使います。きれいに洗浄して軽くサンダーで削ってから使います。足場板の古材は最近はですね、販売している業者さんも結構増えてきて、数年前より値段もお手頃になってきたので、興味がある方は杉、足場板、古材なんかのワードで検索してみてください。棚受けは Amazon で購入しました。1本あたり 100kg の耐荷重があります。本当は細いアイアンとかブラスの棚受けが良かったんですが、棚板だけで 15kg 以上あるのと、本なんかもですね、たくさん並べるとかなり重量がかかるので、耐荷重の高い棚受けを選びました。ここでですね、ちょっとした問題が発生です。棚受けは間柱が通っている場所にビス打ちしたんですが、そうすると棚板の両サイドが結構ふわふわしてしまうので、ちょっと安定が悪くなってしまいました。そこで両端をアングルで受けることにしました。場所と高さが決まったらビスをすべて打って棚板の取り付けが完了です。棚受けは結構ごついので存在感がありますが、2本と少ないのでそこまで主張しすぎずにうまくまとまったかなと思います。両端のアングルもしっかり補強になりましたし、うまく目立たないようにしまうことができました。電気屋さんに頼んでダウンライトを2灯つけてもらったんですが、これもね、なかなか良かったです。インテリアショップのディスプレイみたいにいろいろとね、飾りながら見せる収納を楽しんでもらえたらと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら高評価やチャンネル登録をいただけると励みになります。次回は床と天井を仕上げていきます。
床のオイル塗装と木材でかっこいい幅木と天井モールを作っていきたいと思います。ぜひご覧ください。